はい、ということでここからおしゃべりタイムなんですけれども、最近クリスマスが近くなっていて、スーパーマーケットなどですごくたくさんのパネトーネを見るんですよね。それでせっかくパネトーネを買ってきて撮影したので、そんな動画も挟みつつおしゃべりの方につなげていきたいと思います。音楽アルバムをね、今回販売するみたいなことを決めまして、でもそういったことっていうのは本当に YouTube を約2年前に始めた時は想像していなかったことなんですね。結構コメントとかで皆さん本当に音楽が素晴らしいですみたいな、そういったことをね本当に言ってくださる方がたくさんいらっしゃって、すごくありがたいなと思いつつ、いつもすごくびっくりしているんですね。私がなんで BGM をオリジナル曲でやり始めたかっていう話の前に、そもそもなんで YouTube を始めたかっていうことなんですけど、今までそんなに動画の中でお話ししたりそんなにしてなかったのかなと思うんですけど、私がYouTube を始めた時に実はこうやってね音楽家として暮らしてみて、いろいろ音楽家を取り巻くなんていうんですかね、環境とか状況とかそういうものになんか思うことがあったりとかもしてて、ですので自分の人生のある時でもうピアノを弾くっていうことからはちょっと、ピアノを弾くっていうことは切り上げて、それこそ若い音楽家とかアーティストの方たちを応援できるような活動っていうのできないかなってすごく思うようになったりもしていて、それでそんな時に何か SNS を使った発信をしてみようって思ったんですよね。それでじゃあ何を発信するのかっていうのは全然見えてはいなかったんですけれど、やはり今の時代 SNS がすごく重要なポジションを占めているっていう現状を見た時に、私自身は全然 SNS とかね縁のない生活をしていたんですけれども、やっぱり時代の流れには逆らえないっていうことで、じゃあ何かしてみようって思った時に、ある日 YouTube でモーニングルーティンの動画を見つけて、こんなのあるんだっていうふうに思ったんですよね。それで私自身がすごくそういうのを見るとかではなかったので、結構発見というか驚きというか、こういう動画が存在するんだ、しかも結構な
人気があるっていうことが分かって、だけどそれだったら私もできるかもしれないって思ったのがきっかけで、それで思い立って始めたんですけれども、そのライフスタイル動画っていうのをこうやってやりながら、自分に何ができるんだろうっていうことを探そうみたいな、そんな目的で YouTube を始めました。それでBGM を作曲し始めたっていうのは本当に全然大したことない理由で始めたんですけれども、もう動画ってなんだろうみたいな、全然そんなビデオ撮ったりとか写真撮ったりとかするような生活は全くしていなかったので、いろんな方のね動画を見てやり方をこう研究したりしていたんですけど、それで動画には音楽がついてるみたいなことが分かってそれでそうかと思って、 BGM があるとすごい素敵な感じの動画も仕上がるよねって分かって、それで無料の BGM 素材をダウンロードできるサイトっていうのがあったのでちょっと見てみたんですけれど、なんか違うかもしれないと思って、じゃあ有料のやつはどうだろうと思って最初に始めるのにあたって、ちょっと始めるのにお金がかかるのもなとかいろいろ考えて、じゃあ自分で作ってしまえば著作権とかの問題もないし無料だしみたいな、そんなことがきっかけで理由でオリジナル曲は作曲し始めたんですよね。なので本当に BGM を聴いていただけるとは思ってなかったんですよ。最初の方にすぐにコメントで音楽がいいですねみたいなことをすごい言ってくれる方がいたんですけれども、本当にびっくりして、BGM 聴いていただけるんだみたいな、そんな風に思ったぐらい全く想像もしてなかったんですよね。こう音楽に注目してくださることがあるなんて。でそんなある日視聴者の一人の方がぜひこうピアノで弾いてみたいから楽譜を販売していただけないでしょうかみたいな、そんなメールをいただいて、それで弾いてみたい方もいるんだって思って、それでじゃあ販売してみようかなと思っていろいろどんな形で販売できるかっていうのは探したんですけれども、やっぱり私がフランスに住んでいて、で視聴者の方の多くは日本に住んでいるのでってなった時に、日本のサイトでこう楽譜サイトで楽譜を販売できたら一番良かったんですけれど、私がフランスに住んでいるということで日本の銀行口座がないので結構難しかったんですよね、日本の楽譜サイトで販売するのが。でそうなってくると海外の英語とかのサイトはあるんだけれど全部英語だし日本語じゃないしなって思って、そういったこともあって自分でオンラインショップを立ち上げてそこで楽譜を販売するっていうことにしたんですけれど、で始めた時にもうすでに楽譜っていうのはそもそも採算の取れる商品ではないっていうことは分かってたんですね。オンラインショップを経営するのもただじゃないので使用料っていうのがかかるんですけれども、売上はそのオンラインショップの使用料を超えるっていうことはなかなかないだろうなとは思っていたので、最初からね。ならばその別の採算の取れる商品をその後ゆっくり考えて置いていくっていうことを前提に楽譜販売をスタートさせたんですね。でただ私今年の2月に楽譜販売をスタートさせてからいろいろ仕事を辞めたりとかもいろいろなことがあったので、なかなかこうオンラインショップ運営にを考えてる時間が全然なくって、で次の2月にあと数ヶ月で更新しなければならないっていうところまで来て、なんかどうしようかなみたいになったんですね。それで私が仕事を辞めていたということもあって、いやでもも
ピアニストはいいんじゃないかなってすごく思ったりもしてたのね。だったらもうオンラインショップはやっぱり更新はせずにやめようって一時はそういうふうに思ったんですよ。ただそんな折にもすごくこう楽譜を買ってくれた方がメッセージでこの曲を買って弾けるようになったらまた次の曲も買って次の曲の楽譜も買ってすごいこうピアノを弾く楽しみができましたとかね、そんな風に言ってくださる方がいらっしゃったりとか、あとはその楽譜を購入されていない方ももう日々コメントとか、それこそインスタグラムの DM とかメールとかにすごく音楽に支えられてますみたいな、そういうようなことをおっしゃってくださる方が本当にたくさんいらっしゃって、で本当皆さんいろいろ人生いろいろある中で、私のチャンネルとか音楽がねすごくこう微力ではあるとは思うんですけど、その楽しみの一部とかになっているっていうことを見て、そうかっていろいろ思って、でなので例えば楽譜を買ってくださる方、楽しみにしていてくださる方のその楽しみの目を摘み取っちゃうのはちょっと嫌かもしれないなってすごく思うようになって、でじゃあ自分自身はどうしたいのかってどういうふうにしたいのかって思った時に、ピアノを弾くとか弾かないとかそういうことの前に人の役に立つことがやっぱりしたいなっていうふうに思って、で私にとってそれが音楽とかピアノとかなんだったらやっぱり続けていこうかなっていうふうに思うようになったんですよね。それで楽譜っていうのはもうピアノを弾ける人っていうのに限定されてしまう商品なので、これはどうしても全ての人が手に取れるようなそういう可能性を秘めた商品を買わなければならないって、じゃあ何があるんだろうって思った時に、じゃあオリジナル曲の音楽アルバムを販売するのはどうなのかなって思ったんですね。で私のいつもBGM に使わせていただいている曲はこの iPhone で撮っているので、音質は全然良くないんですよね。だからある時にやっぱりちゃんと録音し直した方が録音スタジオでプロの方にお願いしていいだろうなとは思っていたんです。なのでちょうど良かったので、これを機会にと思って楽譜ではない音楽アルバムを販売するっていうことで録音をし直してやろうっていう風になりました。それでいつ発売するかっていうのは12月半ばを一応予定しているんですけれど、日程の詳細はもうちょっとしないとわからないので分かり次第YouTube の投稿とかでお知らせしていただこうと思うんですけれど、それ以外にメンバーシップを始めさせていただいて、そのメンバーシップの内容っていうのが月2回のライブコンサートっていうことなんですけれども、日本時間のだいたい8時から8時半を目安に月2回ランダムにね選んで、月の初めにじゃあ今月はいつといつですって感じでお知らせしてやろうと思うんですけれど、でコンサートの内容っていうのはオリジナル曲とかっていうのに限定せずに、例えば皆さんのリクエストにお答えしたりとか、あとは私自身は仕事ではバレエピアニストという仕事をしていたんですけれど、割と即興演奏をする仕事でもあったんですね。なのでそういう即興でその場で曲を作ってちょっと披露するとか、そんな感じで皆さんチャットができるので、そういった感じでおしゃべりしたりコミュニケーションを取りながらピアノを弾かせていただくっていう、そういうものをちょっと始めてみました。それでメンバーシップをねなんで作ったかっていうのはやはり理由がありまして、私の動画はそもそもピアノ以外のことをしたいと思っていたから、
私の動画はね、ライフスタイル動画という形で始めたので、音楽に特化したチャンネルではないんですよね。なのでやっぱりその音楽にこう限定したコンテンツもやっぱりあるといいなっていうのもあって、それでそのコンテンツはメンバーシップという形でやってみるのはどうかなっていうふうに、思って、それが理由で始めました。それでライブコンサートはきっと日程と都合が合わなくっていう方もいらっしゃると思いますので、全てアーカイブに残していつでも好きな時にね楽しんでいただけるようにしたいと思っていますので、もし興味がありましたらメンバーシップもご検討していただけると嬉しいです。ということでいろいろおしゃべりさせていただいたんですけれども、いつも応援していただいて本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。